静岡県の沼津市にやってまいりました。この沼津市は伊豆半島の付け根にあるので、伊豆半島の玄関口とも言われるような立地になっています。漁業が昔から盛んなんですけれども、これから行くのはですね、今は沼津市になっておりまして、かつては静浦村と呼ばれた、ここより少し南にあるエリアになります。静浦村だった場所もいい港がありまして、漁業がやっぱり盛んな地域だったんですけれども、それの副業として石切りという仕事をしていました。その石切り場の中に隧道がありまして、でさらにそのトンネルっていうのが今も地図に載っています。現在は柵があって立ち入り禁止になっている廃隧道で、今回許可をもらって入れることになったので、訪ねるのをすごく楽しみにしています。これからいよいよ今日最大の目的地に向かいたいと思います。最大の目的地。はい。その前に私が印象的だなと思っている場所があって、この旅第2トンネル、今使われている旅第2トンネルの中で旧道の隧道が分岐しているっていう。もともと最初にできたのはこちら側、大正ぐらいにはもう完成していたと言われている古いトンネルで、ここがもともとのメインの道だったんですけど、昭和39年に旅第2トンネルが開通して、こちらは歩行者が安全に心配なく通れる道として今使っているという。ここが旅の集落。おそらくなんですけど、この辺りの石積みとかはもうこの辺りで取れた伊豆石なんじゃないかなっていう。この辺りの昔の話ですけど、子供の頃から漁業が親御さんとかに仕込まれて海には出て、12歳ぐらいになったら副業の石切りの修行を始めるみたいな。で何ヶ月かすれば飲みたがねとかつるはしの使い方も慣れてくるみたいな感じで、伊豆石は結構柔らかい石が多いので、その何年とか時間をかけなくても切り出すっていう仕事にはつけたらしいんです。いや、この辺りすごいな。なかなかの景色だな。でも素晴らしい、美しいですね。あれです。これが石切り場が隧道として改良されて、その後立ち入り禁止となり廃隧道となって、今ここに眠るという。じゃあ許可を得ていますので入りましょう。長年柵のこちら側から指を加えて見ていることしかできなかった場所に今回入ることができて最高ですね。もうこの場所自体が石切り場ですね。横線は石を切り出した痕跡になります。凝灰岩って言われる非常に切り出しやすく加工しやすい石になります。より石を求めてどんどん内部に切り進んでいったと。おそらくこれはくず石ですね。使い物にならないものを捨てていった。たくさん畳が捨てられて不法投棄だと思うんですけれど、あとはこれはあれですかね、農産物運ぶトラクターですかね。もう動かなさそうですけど。でさらに奥がこちらで、私は隧道が好きなんですよ。無類の隧道好きです。なので私の見たかったものはこっからなんですよ。明らかにちょっと顔色が違う。
ここ実は石切り場として使われていたのは大正時代ぐらいまでなんですけれども、昭和に入って太平洋戦争が始まりまして、沼津に大規模な軍の設備があったんですよ。本土空襲が頻繁になってきたということで、地下に移転しようという話が上がりまして、そこで石切り場として創業していて、穴がたくさんある足袋のこの場所が選ばれたんです。背中合わせの2つの石切り場をトンネルを掘ってつないで使えるようにした。ここトンネルになってるから、通ったら隣の集落行くの便利じゃんっていうことで、地元の方はここを近道として生活道路として使われてたんじゃないかと。石切り場の余生としては日本でここだけかもしれないですね。いやもう最高ですね。いやここを大手を振って歩けるなんて本望です。終わってほしくない。終わってほしくないですよね、こんな。いやだってここ二度と来れないでしょ。すごい。これは何だろう、石切り場としての跡なのかな。いや違うな、道路隧道としての何かの痕跡なんだけど、なんだろうな、柱でも立ってたんでしょうか。で幅は結構ありますね。私が寝てあまりあるので、有効幅員が6尺で、それでこの高さであればおそらく車両も通れるっていう想定で作ったに違いない。あ、いいですね、素晴らしい。あ、それでもここで私のメインディッシュはもう終わりました。石切り場に戻りました。1個やりたいことがあったんですよ。ちょっといいですか、戻って。ちょっと皆さんライト消していただけますか。うっすらつけててもいいですか。何も取れなくていいんです。あ、これがこの石切り場の隧道が味わっていた空気と景色なんですよ。この真っ暗なのがこんな静筆な場所になっていたんですね。ここずっと17、8年前に見て、いやちょっとって諦めた場所だったんですね。今回こう許可をいただいて入ることができて、番組出てていいこと3回目、良好というやつでしょうかね。素晴らしい。電気が来てたのかな。ここ広いですね。この広間には、コードがあって、さらに蛇口がある。水出たら住める。あ、ちょっと水出ないな、残念。外資ですね。電気を配線する時の絶縁体ですね。陶器でできてます。古いものですね。これキノコポットですね。よくトンネルを使わなくなりました。再利用したいですってなった時によく転用されるのがこういったポットでキノコを育てる。一定の温度で日光が当たらないので、おそらく転用されたけど廃業されてしまったその痕跡ですね。広いですよね。廃車がある。2台。古いな。いつからここにいるのか。あ、ダイハツだ。ソニカの友達でしょうか。これなんか業務用の車っぽいですよね。横に赤い帯があって、例えばキノコ業者さんとかがここで荷物を取って帰るつもりだったけれど来ないままもういいかってなってしまったっていう可能性もありますけど、どうやらこの石切り場の神殿には2階があるようですね。あ、これは2階ではなくて上に通気口のような穴が開いているところからおそらく土砂が入り込んでいると。でこちら
土砂崩落を降りるとさらに右に分岐と正面にも続きがあるんですが、正面は神様がいらっしゃいますね。柵がされる前はお参りにいらっしゃる方がきっといたんでしょうね。もしかしたら昔から安全を見てたのかな。いや、ちょっととんでもなく広いですね。ここだいぶ広いんですけど、広い中に柱がたくさん作られています。適宜柱を用意しないと崩れてしまうということで、先人たちが塩梅よく掘り残した跡ですね。洗濯機ですね。使ってたのかな、ここで。ここ水場ですね。間違いなく地下水を溜める用の水場だ。洗濯機があって水道があって電気が来ていて車もあってキノコも食べれる。生活できますね。最高だな。これあれですかね、私用のクッションですか家具がどんどん揃っていくんですけど地底湖ですね。本来は水がなかったんでしょうね。ちゃんと柱があって、石切り場として使われていたけれども、今は地底湖になっていると。船がある。現役時代のものではないんでしょうね。新しいと思うので、もしかしたら水が溜まった後に遊びに来てた方がいるのかもしれないですね。ブレーカーありますねちゃんと電気来てたんですね最後の出口はかなり天井が低いですね。かなり低め。でも律儀に柱があるな。これで一応隧道の終点まで来たということになります。すいません、夜分に申し訳ありません。柵ができたのって20年ぐらい前。そのぐらい経つかもしれないね。もともとはだから、あそこは伊豆石を切り出していたところで、伊豆石の切り出しをやめてそういうところにしようということで、多分あそこを掘った後のズリっていうの、それをこの上の土地でとずっと埋めて、で今家が十何軒あるけども、あそこはそういうふうにしてできた。電源ケーブル、外紙とかブレーカーとかあったんですけど、明かりがついてるのって見たことありますか？外紙なんかがあったのは、いわゆる戦中の海軍工廠のですよ。沼津分廠の移転の工事の痕跡が外紙。そんなに古い外紙だったんですね。手前側では昭和50年頃にしめじの栽培をした人がいた。キノコのポットはしめじ用だったんですか？車があったのは車庫にしてたとかですか？多分キノコ栽培の人たちが使ったんだろうね。終戦を迎えた後は生活道路として使ってたみたいな話とか生活道路にはならなかったかもしれない。遊び場所。メインはね、私が子供の頃はもうコウモリがいっぱいいて、それを見に行ったりとか、あとは肝試しやったりとか、かくれんぼしたりとか。中の方がかなり池というか湖というか、あれは自然の雨水だよね。あそこで船遊びをする方がいらっしゃったんでしょうか？子供たちがね、少しね遊んだくらい。すごい度胸がある子供たちですね。で夏は涼しいからみんなあそこで涼んで、いっぱい飲んだりとか年寄りはしてたけどね。